おはようございます。桜井です。XRP と同時が急落し、多くの投資家が困惑しています。ビットコインも不安定な動きを見せており、これから市場がどうなるのか気になっている人も多いと思います。今回の暴落にはいくつかの大きな要因があります。まず、マウントゴックスが大量のビットコインを移動させたこと、そしてトランプ大統領の暗号資産政策が市場に影響を与えていること、この2つが今の市場の不安定さに大きく関わっています。さらに XRP と同時のクジラが動いたことで売り圧力が一気に高まりました。これが今回の急落の直接的な要因です。では、マウントゴックスのビットコイン移動はどれほど市場に影響を与えているのか、トランプ大統領の政策はこれから暗号資産にどんな影響を及ぼすのか、そして XRP や同時はこのまま下落し続けるのか、今回の動画ではこれらのポイントについて詳しく解説し、今の相場ではどんな戦略を取るべきかを考えていきます。最後にはこうした下落相場でも利益を狙う方法についても紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速見ていきましょう。まずは今回の市場の混乱を引き起こしている大きな要因の一つ、マウントゴックスのビットコイン移動について見ていきます。マウントゴックスはかつて世界最大の暗号資産取引所でしたが、2014年にハッキング被害を受けて破綻しました。その後長い法的手続きを経て債権者への返済が進められています。そして今、そのマウントゴックスが保有していた大量のビットコインが動き始めています。最新の情報によれば、2025年3月11日に 11,833BTC 約9億3100万ドル相当が移動されました。この動きが市場に大きな影響を与えていたのです。ビットコインの市場はこうした大量の資金移動にとても敏感です。特に大量のビットコインが売却される可能性があると多くの投資家が警戒します。その結果、売りが先行し価格が急落することがあります。実際今回のマウントゴックスのビットコイン移動が確認された直後、市場では大きな動きがありました。ビットコインの価格は一時的に76,784ドルまで下落し、投資家の不安が高まりました。では、このマウントゴックスのビットコイン移動は、これからどんな影響を与えるのでしょうか。マウントゴックスの債権者への返済が本格化すると、そのビットコインの一部が市場で売却される可能性があります。これが実際に起これば、さらなる売り圧力が発生し、ビットコイン価格に影響を与えるかもしれません。ただ、すべてのビットコインが一度に市場に放出されるわけではなく、返済プロセスは段階的に進められると考えられています。そのため、一時的なショックはあるかもしれませんが、長期的な視点では市場が落ち着く可能性もあります。しかし、これが XRP や同時といったアルトコインにどのような影響を与えるのかは別の問題です。特に暗号資産市場全体のセンチメントが悪化すると XRP や同時のようなアルトコインも売られやすくなります。そしてこの流れをさらに加速させているのがトランプ大統領の暗号資産政策です。次のセクションではこの政策が市場に与えている影響について解説していきます。はい。では、ここからは、市場に大きな影響を与えているもう一つの要因、トランプ大統領の暗号資産政策について見ていきます。トランプ大統領は暗号資産に対して比較的肯定的な立場をとっていて、彼の政策がアメリカの暗号資産市場にどのような影響を与えるのかが注目されています。一方で、ヨーロッパの金融当局は、トランプ政権の暗号資産政策が EU の金融安定性や通貨主導に悪影響を及ぼす可能性があると警戒しています。ではなぜ EU はトランプ大統領の暗号資産政策を懸念しているのでしょうか。一つ目の理由はドル連動型ステーブルコインの影響です。もしアメリカが暗号資産に対する規制を緩和し、ドル連動のステーブルコインが世界中で普及すると、これがグローバルな決済手段として大きな影響力を持つことになります。EU では現在デジタルユーロの開発が進められていますが、アメリカのドル連動型ステーブルコインが広く流通すると EU 圏内でもドルベースの取引が増え、ユーロの地位が低下する可能性があります。これは EU の金融主権を脅かす要因となるため警戒されているのです。二つ目の理由は規制の違いによる市場の不均衡です。
アメリカが暗号資産に対して寛容な政策を取り、市場を活性化させれば、多くの企業や投資家がアメリカ市場に流れる可能性があります。一方 EU では暗号資産に対する規制が厳しく、銀行や金融機関が自由に取引できる環境ではありません。その結果、アメリカの暗号資産市場は拡大し、EU の市場は相対的に縮小する可能性があります。こうしたリスクがあるため、EU の金融当局はトランプ政権の暗号資産政策を注視しているんです。こうした世界的な規制の変化は暗号資産市場全体のセンチメントにも影響を与えます。例えばアメリカで暗号資産が合法的に広く普及するとなれば、一時的に市場はポジティブな反応を示すでしょう。しかし EU の規制が厳しくなると、国際的な暗号資産取引が制限され、市場の流動性が低下するリスクもあります。特に XRP やドージのようなアルトコインは、ビットコインよりも市場のセンチメントに敏感です。規制が不透明なまま進めば、これらのアルトコインはさらに売り圧力を受ける可能性があります。では実際に XRP やドージはどのような状況になっているのでしょうか。ビットコインの下落やマウントゴックスのビットコイン移動、トランプ政権の暗号資産政策の影響を受けて多くのアルトコインが売られる流れになっています。その中でも XRP とドージは大きな下落を記録しました。まず XRP の暴落要因についてです。XRP は今回の市場全体の不安定な動きに加えて、大口投資家、いわゆるクジラの動きによって大きな売り圧力を受けました。実際に XRP の価格は一時的に $1.89 ドルまで下がりました。クジラが大量の XRP を市場に放出すると流動性が一時的に高まり、売りが売りを呼ぶ形で価格が急落します。さらにこうした下落の動きに連動して多くの個人投資家がパニック売りをしてしまうため、さらに価格が下がるという悪循環に陥ります。続いてドージの暴落要因についてです。ドージもまた大口投資家の影響を大きく受けました。特にバイナンスへの大量送金が確認されており、これが市場に与えた影響は無視できません。大口の投資家がドージを取引所に送るということは、売却の準備をしている可能性が高いというシグナルになります。市場のトレーダーたちはこの動きを警戒し、先に売りを出すことで、さらに価格が下がる要因になります。では、この状況で XRP やドージの投資家はどうすればいいのでしょうか。短期的に市場のセンチメントが不安定であるため、慎重な取引が求められます。特に大口投資家の動きや今後の規制の変化をしっかりと見極める必要があります。ただし、下落相場が続いているからといって、すべての投資チャンスがなくなるわけではありません。むしろこうしたボラティリティの高い相場では、戦略的に動くことで利益を狙うチャンスもあります。ここまで XRP やドージの暴落の要因、そして市場全体の混乱について解説してきました。価格が下がっている今、何もできないのかと思うかもしれませんが、実は下落相場でも利益を狙う方法はあります。一般的に現物取引では価格が下がると損失になります。上がることを前提に買いポジションを持つため、下落相場ではなかなか動けず、ただ価格が戻るのを待つしかありません。しかし暗号資産 CFD という方法を使えば下落相場でもチャンスをつかむことができます。例えばみんなのコインなら暗号資産 CFD を利用して売りから入ることも可能です。暗号資産 CFD っていうのは現物を直接保有するのではなく価格の変動を利用して利益を狙う取引のことです。つまり相場が下がると予想した場合、売りポジションを持つことで利益を得ることができます。これにより今のような下落相場でも利益を狙うことができるというわけです。またみんなのコインには次のメリットがあります。まずは少額から取引が可能です。レバレッジを最大2倍までかけることができるため、資金効率よく取引ができます。現物取引よりも少額で始められるのが特徴です。そして2つ目に売りからも入れるということです。相場が上がる時だけではなく、下がる時でも利益を狙えるので、今のようなボラティリティの高い相場では特に有利です。そして3番目に資産の流出リスクがありません。暗号資産 CFD は暗号資産そのものを保有せず、売買で発生した損益の
のみを決済する仕組みです。そのため取引所のハッキングや資産流出のリスクがない点も安心できます。こうしたメリットを活用すれば、今のような不安定な相場でも冷静に戦略を立てることができます。みんなのコインの詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、気になる方はぜひチェックされてみてください。では、最後に今回の内容をまとめていきます。ここまで XRP や同時の暴落の原因、マウントゴックスのビットコイン移動、トランプ大統領の暗号資産政策の影響、そして下落相場でも利益を狙う方法について解説してきました。今回の暴落は単なる短期的な調整なのか、それとも長期的な市場のトレンドの変化なのか、多くの投資家が注目しています。特に大口投資家の動きや規制の変化は、これからの市場に大きく影響を与える可能性があります。こうした不安定な相場では、リスク管理をしっかりと行いながら、冷静に戦略を立てることが重要です。そして今回紹介したみんなのコインのような暗号資産 CFD を活用すれば、下落相場でもチャンスをつかむことができます。概要欄にリンクを貼っていますので、興味のある方はぜひチェックされてください。そして今回の動画の内容について皆さんはどう思いましたか？今の市場をどう見ていますか？ XRP や同時の今後についてどう考えられていらっしゃいますか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら高評価もよろしくお願いいたします。ではお知らせです。暗号資産に関する情報交換できるオープンチャットを用意しております。このオープンチャットでは暗号資産に関していろいろと情報交換できるコミュニティの場となっていますので、興味がある方は参加されてください。参加費用は無料です。参加方法ですが、概要欄に僕の公式 LINE を用意していますので、そちらより登録してもらうと自動返信チャットにてオープンチャットのリンクを記載しています。そちらの方から参加されてみてください。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。